解説、オリエント急行からテント線まで世界を震撼させた鉄道ミステリー映画傑作ベスト10。ねえマリサ、今日のテーマは鉄道ミステリー映画なの？なんだか旅に出たくなる響きだけど、事件が起きるのは怖いわね。ああ、今回は世界を震撼させた鉄道ミステリーの傑作をランキングで紹介するぜ。イギリスのオリエント急行から日本のテント線まで、新旧の名作を厳選したんだ。へえ、列車って独特の雰囲気があるものね。でも、どうしてそんなにミステリーと相性がいいのかしら？それは動く密室だからだぜ。逃げ場のない空間と時刻表という鉄壁のルールが、極上のサスペンスを生むんだ。ただ、視聴者のみんなに最重要な警告がある。何かしら？今回は解説のために、犯人の正体やトリックの核心、つまりネタバレを完全に含んでいるんだ。未見の人は要注意ね。その通りだ。結末を知りたくない人はここで動画を止めてくれ。それじゃあ、出発進行だぜ。第10位、ガール・オン・ザ・トレイン、2016年。第10位は、2016年のサスペンス映画、ガール・オン・ザ・トレインだ。主人公のレイチェルは離婚のショックでアルコール依存症になり、仕事もクビになっているんだが、それを同居人に隠すために毎日電車に乗って、通勤するふりをしているんだぜ。仕事がないのに毎日電車に乗ってるの？それだけですでに痛々しいわね。彼女の唯一の慰めは、車窓から見える理想の夫婦メガンとスコットを眺めることだった。彼らはレイチェルがかつて元夫のトムと暮らしていた家のすぐ近くに住んでいるんだ。でも、ある日レイチェルは見てしまうんだよ。その理想の妻メガンが、知らない男とキスしている不倫現場をな。勝手に理想を押し付けて裏切られた気分になったわけね。それで、どうなるの？激怒したレイチェルは泥酔したまま駅を降りて彼女の家へ向かうが、そこで記憶がぷっつり途切れるブラックアウトを起こす。気がつくと自分は大怪我をしていて、メガンは死体で発見されるんだ。うわぁ、状況的にレイチェルが犯人だと思われても仕方ないわね。記憶がないなんて怖すぎるわ。だが、記憶を取り戻すうちに恐ろしい真実が判明する。真犯人はレイチェルの元夫、トムだったんだ。トムはメガンの不倫相手であり、妊娠した彼女を口封じで殺害した。さらにトムは、酒に酔ったレイチェルに、お前は暴れたと嘘の記憶を植え付けるガスライティングで、彼女を精神的に支配していたんだぜ。ガスライティングって、相手を巧みに操って自分の記憶や判断力を疑わせる、恐ろしい手口のことよね。全部元旦那の仕業だったの。自分の浮気を隠すために元妻を精神病扱いするなんて、最低の男じゃない。最後はトムに殺されそうになったレイチェルが、ワインのコルク抜きをトムの首に突き刺して撃退するんだ。アル中だった彼女が酒を開ける道具で自分を守るという、皮肉だけど強烈な結末だぜ。第9位、大陸横断超特急、1976年。第9位は、1976年公開の大陸横断超特急だ。現代はシルバーストリーク。ロサンゼルスからシカゴへ向かう長距離列車を舞台に、平凡な男が殺人事件に巻き込まれる、ヒッチコック映画へのオマージュに溢れた傑作サスペンスだぜ。タイトルからしてワクワクするわね。大陸横断って響きだけでロマンがあるけど、どんな事件が起きるの？主人公のジョージは列車内でヒリーという美女と出会い、いい雰囲気になるんだが、その夜、彼女の部屋でイチャついている最中に窓の外を見て凍りつく。なんと、ヒリーの上司である教授が、頭を打ち抜かれて逆さづりの死体になって、窓の外にぶら下がっていたんだ。ロマンスの最中に死体とご対面なんて最悪すぎる。すぐに警察に通報しなきゃ。当然通報するんだが、戻った時には死体は消えていて、誰もジョージの話を信じてくれない。まさに、バルカン超特急のような死体消失トリックだ。しかも、口封じを狙う犯人一味によって、ジョージは走行中の列車から外へ突き落とされてしまうんだぜ。走ってる列車から落とされたら普通は終わりじゃない？物語はどうやって続くのよ？ここからがこの映画の真骨頂だ。ジョージは農家の服用機に乗せてもらったり、
車泥棒のグローバーと協力してパトカーを使ったりして、執念で列車に追いつくんだ。でも追いついてはまた犯人に見つかって放り出される。文字通り列車に乗り遅れる男として、何度もトラブルに巻き込まれながらも、その度に常識外れの方法で列車に舞い戻る。なんと合計3回も列車から落とされながら、その都度不死身のように戻ってくるんだぜ。3回も、もはやサスペンスというよりコントに近い根性ね。でも、最後はどうやって決着をつけるの？クライマックスは圧巻だぜ。犯人との対決の末、制御不能になった列車が止まらなくなり、終着点のシカゴユニオン駅に猛スピードで突入するんだ。壁を突き破り、構内の売店や待合室をなぎ倒してようやく停車するシーンは、CG のない時代だからこそできた。まさに命がけの撮影が生み出した、息を飲むような凄まじい迫力だぜ。第8位、暴走特急シベリアンエクスプレス2008年。第8位は、2008年公開のシベリアンエクスプレスだ。シベリア鉄道で北京からモスクワを目指すアメリカ人夫婦が、極寒の地で逃げ場のない悪夢に巻き込まれる密室サスペンスだぜ。シベリア鉄道って世界一長い鉄道よね。雪景色はロマンチックだけど、周りは何もないし、何か起きると助けが来なさそうで怖いわ。その閉鎖空間が恐怖を倍増させるんだ。主人公の夫婦、ロイとジェシーは、車内でカルロスという若い男と親しくなるんだが、途中の駅で夫のロイが乗り遅れてしまう。妻のジェシーは、そのカルロスと二人きりで次の駅で夫を待つことになるんだ。夫とはぐれて、旅先で会ったばかりの男の人と雪国で二人きり。なんだか嫌な予感がするわね。予感的中だぜ。カルロスはジェシーを人里離れた廃墟の教会へ誘い出し、豹変して襲いかかるんだ。身の危険を感じたジェシーは、とっさに落ちていた木の杭で彼を殴り殺し、その死体を雪の中に埋めて隠蔽してしまうんだぜ。襲われたとはいえ、殺して埋めちゃったの。夫と無事に再会できても、もう、殺人を隠しているっていう罪悪感で押しつぶされそうだよ。さらに最悪なのが、列車に戻った二人の前に、ベン・キングズレイ演じる麻薬捜査官グリンコが現れることだ。彼は執拗にジェシーを尋問してくるんだが、実は彼こそが裏で麻薬組織と繋がっている汚職警官だったんだぜ。警察に助けを求めようにも、その警察が敵だったの？じゃあ、ジェシーは殺人の秘密と、悪徳警官の両方から追い詰められるってこと？ああ。しかも事件の発端となった大量の麻薬は、なんとロシア土産の定番、マトヨーシカ人形の中に隠されていたんだ。白銀の世界で繰り広げられる、嘘と殺意の心理戦に凍りつく傑作だぜ。第7位、トレインミッション2018年。第7位は、2018年公開のトレインミッションだ。主演はリアム・ニーソン。いつもの通勤電車が巨大な陰謀の舞台に変わる、現代版の巻き込まれ型サスペンスだぜ。リアム・ニーソンといえば、96時間の最強パパのイメージだけど、今回はどんな役なの？今回は哀愁漂う60歳のサラリーマンだぜ。実は元警官なんだが、10年勤めた保険会社を突然リストラされてしまう。失意の中、いつもの通勤電車に乗るんだが、そこで謎の女ジョアンナから奇妙なゲームを持ちかけられるんだ。リストラされた帰りにゲーム？どんな内容なの？終点までに、乗客の中から、プリンという偽名を使う人物を探し出せ。成功すれば10万ドルやるというものだ。最初は半信半疑だったマイケルだが、指示通りにトイレに行くと、通気口の中に手付金の2万5000ドルが隠されていたんだぜ。トイレの通気口にお金が、それじゃあ、ただの冗談じゃなくて本気の罠じゃない。ああ、金を受け取ったことで、彼は家族を人質に取られ、後戻りできなくなる。必死に乗客を調べるんだが、事件の黒幕は、あろうことか彼の警官時代の相棒で親友だったマーフィーだったんだ。味方だと思っていた旧友が裏切り者だったの？人間不信になりそう。しかもこの映画、クライマックスがとんでもないんだ。ブレーキを破壊された列車が暴走し、最後は派手に脱線横転して大破する。日常の風景が凄まじいアクションに変わる。手に汗握る一本だぜ。
第6位、軍用列車、1975年。第6位は、1975年公開の軍用列車だ。主演は男の中の男チャールズ・ブロンソン。一見すると豪快な西部劇に見えるが、中身は雪山を走る列車内で次々と人が殺されていく、極上の密室ミステリーなんだぜ。西部劇でミステリー？なんだか珍しい組み合わせね。銃の撃ち合いじゃなくて謎解きをするの？そうなんだ。脚本はナバロンの要塞のアリステア・マクリーンだから、本格的だぜ。舞台は1873年、ジフテリアが流行した砦救援に向かう軍用列車だ。そこには知事や軍人、そしてブロンソン演じる。捕まったイカサマ賭博士ディーキンらが乗っていた。だが、閉鎖された車内で医師や兵士が次々と殺され、死体が隠される事件が起きるんだ。救援に向かうはずの列車で殺人が起きるなんて、裏に何かありそうね。もしかして、疫病の話自体が嘘だったりして？鋭いなレイム。実は疫病騒ぎは真っ赤な嘘で、すべては砦に貯蔵された大量の金塊と武器を強奪するための、知事や保安官らによる巨大な陰謀だったんだ。やっぱり、権力者が黒幕だったのね。でも、ただの賭博師がどうやってそんな陰謀に立ち向かうの？そこが一番のどんでん返しだぜ。実はディーキンはただの賭博師ではなく、この陰謀を暴くために潜入していた。合衆国陸軍情報部員だったんだ。正体を明かした後半は、屋根の上での格闘や、襲いかかるインディアンの大軍との銃撃戦など、ミステリーから一気にド派手なアクションへなだれ込むんだぜ。頭脳戦から肉弾戦まで、ブロンソンの魅力が全部入りって感じね。奥さんのジル・アイアランドも出ているの？もちろん、知事の名役でしっかり共演しているぜ。夫婦愛と男の戦い、そして二転三転する謎解きが楽しめる、贅沢な娯楽作だぜ。第5位、ミッション8ミニッツ、2011年。第5位は、2011年公開のミッション8ミニッツだ。列車爆破事故の犠牲者の死の直前8分間に意識を送り込み、犯人を特定するという、SF 設定と本格ミステリーが見事に融合した傑作だぜ。死ぬ前の8分間を何度も繰り返すの？なんだかゲームのリセット機能みたいだけど、失敗したらまた爆発しちゃうんでしょ？精神的にきつそうね。その通りだぜ。主人公のコルター隊員は、目覚めるとシカゴ行きの通勤電車に乗っていて、鏡を見ると見知らぬ教師、ショーンの顔になっている。そして8分後には必ず爆死して、軍の研究室のようなカプセルに引き戻されるんだ。わけがわからないわね。どうして彼がそんな目に遭うの？そこがこの映画の最も衝撃的な部分だ。実はコルター隊員は、現実世界ではアフガニスタンの戦闘で5体を失い、生命維持装置で脳だけが生かされている状態だったんだ。軍のソースコードというプログラムで、他人の記憶の中に無理やりダイブさせられていたんだぜ。体がないのに、意識だけ何度も爆死させられていたの？あまりにも残酷すぎるわ。だが彼は諦めずにミッションに挑む。ループを繰り返す中で、トイレの天井裏に隠された爆弾と起爆装置を見つけ出し、駅員から奪った手錠で犯人を拘束して、ついに次のテロを防ぐことに成功するんだ。すごい執念ね。でも、事件を解決しても、現実の彼の体は戻らないんでしょ？ああ、だから彼は最後に、プログラムの中で乗客全員を救った後、現実の生命維持装置を切ってくれるよう頼むんだ。それは単に自身の苦しみから解放されるためだけでなく、彼が出会った愛するクリスティーナを守るためでもあった。ところが、装置が停止しても彼の意識は消えなかった。世界は静止画にならず、彼は爆発の起きなかったパラレルワールドの住人として、愛する女性クリスティーナと共に生き続けることになるんだぜ。第4位、バルカン超特急、1938年。第4位は、1938年のヒッチコック監督作、バルカン超特急だ。走る列車から老婦人が忽然と消え、乗客全員が、そんな人は最初からいなかったと証言する、人間消失ミステリーの原点にして最高傑作だぜ。全員が口裏を合わせてるの？
どうして赤の他人の乗客たちがそんな嘘をつく必要があるわけ？そこがこの映画の皮肉で面白いところだ。実は犯人の一味だけじゃなく、普通の乗客も自分たちの都合で嘘をついているんだ。例えば、クリケット教のイギリス人二人は、試合観戦に間に合わせるために警察沙汰を避けたいし、不倫旅行中のカップルは、スキャンダルを恐れて見ていないと言い張るんだぜ。うわぁ、人間のエゴって怖いわね。じゃあ、主人公のアイリスは、どうやっておばあさんが実在したことを証明するの？彼女は必死に証拠を探すんだ。決定的だったのは、食堂車の窓ガラスの曇りにおばあさんが、指で書いたフロイという名前が一瞬だけ浮かび上がったことだ。でもそれもトンネルの蒸気ですぐに消えてしまう。あとは、おばあさんが持っていた、ハリマンハーブ茶の包装紙が、窓の外に張り付いているのを見つけたりして、確信を深めていくんだ。証拠が出たり消えたりしてハラハラするわね。でも、犯人たちはどこにおばあさんを隠したの？全身包帯の重病人にすり替えていたんだ。その患者を監視している2層がいるんだが、アイリスは彼女が足元にハイヒールを履いているのを見て、変装した偽物だと見破るんだぜ。アマさんがハイヒールなんておしゃれすぎるミスね。それでおばあさんは助かるの？ああ、実は彼女は英国の諜報員で、国家機密を運んでいたんだが、その機密の隠し場所が、書類じゃなくて覚えやすいメロディだったという。結末も最高におしゃれだぜ。3位、見知らぬ乗客、1951年。第3位は、1951年公開、ヒッチコック監督の傑作、見知らぬ乗客だ。ミステリーの定番である、交換殺人というアイデアを世に広めた、サスペンスの金字塔だぜ。交換殺人ってよく聞くけど、赤の他人同士が殺人のターゲットを交換するってやつよね。この映画が元祖なの？ああ、テニス選手のガイが列車で偶然出会った男ブルーノから、僕が君の邪魔な妻を殺すから、君は僕の父を殺してくれと、持ちかけられるんだ。ガイは冗談だと思って取り合わなかったが、狂気のブルーノは勝手に実行し、ガイの妻を遊園地で絞め殺してしまうんだぜ。勝手に殺しておいて、次は君の番だなんて迫られたら、たまったもんじゃないわね。ヒッチコックらしく、殺し方の演出も凝ってるの？もちろんだ。妻が殺される瞬間は直接描かず、地面に落ちた彼女のメガネのレンズに、犯行の様子が映り込むという手法で見せている。それに、ブルーノの異常性を際立たせる演出も有名だ。ガイのテニスの試合中、観客全員がボールを追って首を左右に振っている中で、ブルーノ一人だけが微動だにせず、正面を向いてガイを凝視し続けているんだぜ。うわぁ、想像しただけで鳥肌が立つわ。完全にストーカーの目つきじゃない。追い詰められたガイは、ブルーノが証拠捏造のために、ガイのライターを犯行現場に置こうとしているのを知って、阻止に向かう。この時、ブルーノが誤ってライターを排水溝に落としてしまい、必死に拾おうとする場面と、ガイの試合が交互に描かれるカットバック演出は、心臓が止まるほどの緊迫感だぜ。どっちが先につくかの競争ね。最後はどうやって決着をつけるの？クライマックスは遊園地のメリーゴーランドだ。警官の流れ弾で係員が倒れ、制御不能になって高速回転する木馬の上で、二人は命がけの格闘を繰り広げる。最後は遠心力で回転木馬が粉々に崩壊するという、映画史に残る大迫力のアクションで幕を閉じるんだぜ。第2位、テント戦、1958年。第2位は、1958年公開のテント戦だ。松本清張原作、日本のミステリー映画の金字塔であり、鉄道を使った時刻表トリックというジャンルを確立した伝説の作品だぜ。松本清張。このタイトルは私でも知ってるわ。有名な空白の4分間ってやつよね。昭和の鉄道ミステリーといえばこれって感じがするわ。その通りだ。物語は博多のカシー海岸で、汚職役人と料亭の中井の心中死体が見つかるところから始まる。一見、合意の上の完璧な心中事件に見えたが、福岡署の老刑事鳥飼だけは違和感を抱くんだ。きっかけは、男の所持品にあった、列車食堂の領収書がお一人様だったことだぜ。
愛人旅行でこれから死のうとしてるのに、ご飯は別々だったってこと？確かに、愛し合ってる二人の行動にしては冷めてるわね。その細かな着眼点が捜査の突破口になるんだ。一方で、東京駅で二人を目撃したという証言が出てくるが、これこそが犯人の仕掛けたトリックだった。当時、東京駅の13番線から15番線が見渡せるのは、1日のうち特急朝風発車直前のわずか4分間だけ。その一瞬を利用して、あえて目撃されるように仕組んでいたんだぜ。それが有名な空白の4分間ね。でも、そんな複雑なアリバイ工作、誰が考えたの？実は、実行犯である安田の妻、陽子だ。演じるのは高峰美恵子だぜ。彼女は病床で時刻表を読み解き、ある盲点を利用したんだ。盲点？それは飛行機だ。昭和30年代当時、飛行機はまだ超贅沢品で、庶民の移動手段としては警察も想定していなかった。彼女はその操作の資格と、完璧な時刻表トリックを組み合わせて、博多への瞬間移動を実現させたんだぜ。お布団の中で時刻表を見ながら殺人を計画するなんて、執念がすごすぎるわ。最後はどうなるの？ラストは衝撃的だぜ。追い詰められた陽子は、夫の安田に毒を持って殺害し、自らも毒を飲んで心中するんだ。汚職と愛憎の果てにある、救いのない結末が昭和の観客を震撼させた名作だぜ。第1位、オリエント急行殺人事件、1974年。堂々の第1位は、1974年公開のオリエント急行殺人事件だ。ミステリーの女王アガサ・クリスティの原作を、シドニー・ルメット監督が、超豪華オールスターキャストで映画化した、鉄道ミステリーの頂点に君臨する名作だぜ。タイトルはあまりにも有名だけど、やっぱりこの映画が1位なのね。どんなスターが出ているの？ショーン・コネリーにローレン・バコール、そして地味な宣教師役で、アカデミー助演女優賞を取ったイングリッド・バーグマンなど、往年の大スターたちが勢揃いだ。物語は雪で立ち往生した車内で、富豪のラチェットが全身12箇所も刺されて、殺されるところから始まるんだぜ。12箇所も、随分深い恨みを買っていたようね。ああ、実は被害者のラチェットは、かつて幼女を誘拐して殺害し、金と力で法の裁きを逃れた極悪人だったんだ。ポワロが乗客たちを尋問していくと、国籍も身分もバラバラに見えた彼ら全員が、実はその誘拐事件の被害者遺族や使用人など、アームストロング家にゆかりのある人物だったことが、判明するんだぜ。まさか、乗客全員が知り合いだったってこと？じゃあ犯人は誰なの？信じがたいことだが、犯人は全員だ。乗客12人全員が共犯で、陪審員に見立てて一人一月ずつナイフを刺して、復讐を遂げたんだよ。ポワロはこの前代未聞の真相を暴くが、ラチェットの悪辣さと、法で裁けなかった無念を理解し、最後は外部の犯人が逃走したという、嘘の解決案を採用して彼らを見逃すんだ。探偵が犯人を見逃すなんて、でも、それだけ悲しい事件だったのね。ラストシーンで、ポワロが去った後、安堵した乗客たちがシャンパンで乾杯する姿は、正義と温情が交錯する映画史に残る名場面だぜ。総評、まとめ。今回は鉄道ミステリー映画の傑作を紹介してきたけど、列車の中って本当にいろんなドラマが生まれるのね。単なる移動手段じゃなくて、人生そのものを乗せて走っているみたい。そうだな。旅路を共にする見知らぬ人々との出会い、限られた時間と空間で起こる予測不能な事件、逃げ場のない密室だからこそ、人間の本性や隠された愛憎が浮き彫りになるんだぜ。時刻表を使った頭脳的なトリックから、今日紹介したような情念の復讐劇まで、鉄道とミステリーの相性は抜群だ。視聴者のみんなは、どの鉄道映画が印象に残っているかしら？この映画のトリックがすごかった、とか、あの駅のシーンが好きなんてコメントがあったら教えてほしいわね。もしかしたら、あなた自身も旅の途中で、忘れられない鉄道ミステリーと出会うことがあるのかもしれないわね。ぜひコメント欄で熱く語ってくれよな。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録も忘れずに頼むぜ。
それじゃあ、また次の動画で会おうぜ。ご視聴ありがとうございました。